で、今、これを外して、黒に塗ったインタークーラーもめちゃめちゃいい感じだね。おい、バッチリだね。はい、どうも、ゆうとです。今日はね、新しい iPhone が先日発売されたのを皆さんご存知でしょうか？僕もね、発売日から、ネットで予約して、10月の、中旬ぐらいに届いて、今、19、20日ぐらいかな、になってるんだけど、今後、ちょっと YouTube 動画も含めて、iPhone でも撮影していこうと思って、今回はその iPhone、今撮影してるのは iPhone の16 Pro Max になるんですけど、このカメラを使って、新しく YouTube の動画を撮っていこうかなと思ってます。そう、それで、これ今ね、iPhone のシネマティックモードっていうもので撮影してるんだけど、背景がいい感じで多分、ボケてると思うんだよね。一眼で撮ったかのような感じになってると思うんだけど、今これはね、2.8 っていう初期の設定でやってます。早速パーツをちょっと紹介したいと思うんだけど、新しくパーツをつけるっていう感じではなくて、新しい付け方っていうような感じで今回は動画にしていこうと思ってます。じゃあ行きますか。はい、でね、今回は何をするかっていうと、僕の IC エアロのグローブレース、これの取り付け方をちょっと変更していこうかなと思ってます。で、これ現状でこうやってね、スイッチが新しく出たんですけど、これをオンにすると、今こうやって光るようになったり、リモートコントロールでこんな感じでつけれるように新しくアップグレードされました。コントローラーがついてるセットになってます。で、これの要は取り付けの角度、これを変更していこうと思ってます。で、新しく出た取り付けの形が V マウントって言って、これの逆バージョンでほんとひっくり返して、ここ V みたいな感じにするような取り付け方になりますんで、これ自体も日本では僕しかまだ今のところ確認できていないので、珍しいパーツになるんだけど、さらにね、ちょっとまたイメージを変えていこうかなと思ってます。早速ちょっとグリルバンパー外して取り付け位置変更していこうと思います。 OK、 そしたらまずはじめにスロープに上げないと僕はジャッキが入らないので、スロープに上げてからフロントジャッキを上げてタイヤを動くように僕はしちゃいます。バンパーを外すときはここの隙間からでもいいんだけど、正直タイヤ動いた方が手が入るんで、腕が太いっていうのもあって手が入りにくいんですよ。だからとりあえずこういう感じでタイヤを浮かせた状態にしてからバンパーを外していきます。OK、 今バンパーきれいに外れました。で、バンパー外すときにこういったフェンダーの部分で養生、ここね、こうやって養生してあげた方が傷はつきにくくなります。こっちも、こんなしなくていいけど、やるに越したことはないんで。で、こっからで、新しく出た説明書によると、今ね、こうやって下にステーで止まってるだけなんだけど、これの取り付け位置をここに変更するみたいです。だからこれをひっくり返して、で、これも向きがあるんで、前と後ろね、光る方面があるんで、そこら辺はちょっとやりながら作業していこうかなって思ってます。で、黒に塗ったインタークーラーもめちゃめちゃいい感じだね。
ちゃんと HKS、これつけたよっていう動画他に出てるんで、初めての方はね、よければ右上のリンクをチェックしてみてください。OK、やっとブレースステーでね取り付けてたところ、こんな感じで外れました。でこっからまずこれを外して、であとここにつけるだけっていうすげえシンプルで簡単な取り付け方法なんで、ブレース自体はこうやってこれで普通にくる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 ってやってこんな感じで取れるんで、パッと取ってやっていきましょう。で今これを外して、でこのクランプをこんな感じで外れるんで、こうやって逆に取り付けをしました。待って、片手じゃ入んない。そう。でこの印をつけてないと光る方面が間違っちゃうから、それだけ注意しながらやっていけばいいって PDF の説明書に書いてあったんで、こんな感じであとはつけるだけつけちゃおう。ここもね、このブレースつけるのにこのパワーステのクーラーをちょっと取り付け位置を移設したりとか、そういう感じでやらなきゃいけないんだけど、あと配線回しとかね、ちょっとやりながら作業していきます。はい、OK。今無事インストール完了しました。これ多分ね、ラジエーター後ろでなんか支えてるボルトっぽかったんだけど、とりあえずこれにこんな感じで友締めしてあげます。でこれもある程度こうやって回って角度が調整できるようにはなってるんで、この V マウントの方がね、ここももうクリアランスが本当にかわしてるんですよ、ギリとか。もうこれもこれは結局こういう風に後ろにオフセットしてあげなきゃいけないんだけど、このステーでね、だけどこれでつくんでこっちの方が良さそうだな。であとグリルつけたらざっとだけどこんなイメージになるんで、めちゃめちゃかっこいいねこれ。じゃあそこまでバンパー後を組んで点灯チェックしていこう。おいバッチリだね。これちょっとね、カメラじゃ伝わりにくいんだけど、発光面がしっかり分かれてるんで、なんでこういう向きをちゃんと合わせてあげるっていうのがまず取り付けに関しては大事なポイントになってきます。普通にシール貼ってあるから初期でめちゃめちゃいいね。どうこれ結構オフ会行った時とかにこれ光るんだみたいなめちゃめちゃびっくりされるんで、だから光ってないと本当に補強バーみたいに見えるんだけど、実際は光るバーですただのドレスアップパーツです。じゃあこれで戻していこうか。はい、今ねちょっとついで作業なんで、このパイピング、インタークーラー、前置きインタークーラーのパイピングのこのシリコンホースつないでるバンドがもうちょっと壊れかけてたんで、とりあえず交換しようと思って今ちょっと下の方に潜ってるんだけど、このね涙目のこのクリアランスが本当にやばすぎてすごいギリギリなんだよねこれで。これねちょうどバッテリー側なんだけど、この前からこう来て、ここのクリアランスもすごいギリギリ、調整して今あとねこうやってゴムを角につけたんで、これで削れることはほぼないかなって感じかな。であとは角度調整しながらこのシリコンホースのシリコンバンドを締めていけば OK です。でこれ締め方的にそんなにギュッて締めなくてもゆっくり締めていけばここの隙間がきっちり止まるんで、密着するようになるんで、視聴者さんにもね
この前コメントでいただいたと思うんですけど、まあ綺麗にこんな感じで止まるようになるんで、まあでもあくまでもね、自己責任でお願いします。まあこんな感じでパパッとバンドを変えていくんだけど、今壊れたバンドがこれ。こんな感じで、見ればわかるんだけど、滑っちゃってんだよね。穴から。で、これが新品のバンドになります。まあ、これで綺麗に止めていきましょう。はい、こんな感じでがっつり取り付けは終了です。で、こういうね、パイプの形状によってこっちがパイ数低くなって、こっちがパイ数大きくなってみたいな、こういう風にまあ段差ができるところにはバンドしないで、しっかりこんな感じでバンドをつけてあげると、絶対に、まあ絶対とは限らないけど抜けづらくなるかな。まあこんな感じで取り付けすればいいと思います。で、クリアランスも確保できてる感じです。バッチリっすね。まあこんな感じでパイピングは下を通って、この間抜けてタービンの方に行くようなレイアウトですね。まあこっち側は調整もうしてあるから、ボックスも無理やり加工して取り付けたりとかしてめちゃめちゃ大変だったけど、これもこんな感じでパイピングの作業終わって、まあブレスの角度も取り付け終わったんで、ここからじゃあ戻していこう。やっとOK。 とりあえずレイヤーをつけて、グリルつけて、取り付け角度変更は完了しました。まあ V マウントめちゃめちゃ良さそうだね、これね。で、ちょっとこれから久しぶりの洗車をします。で、洗車をして、まあちょっと外に出して撮影するかもしれないんで、これね、めっちゃお気に入りの IK フォームの、ほら、はい、今無事に洗車も終わったんで、とりあえず点灯したいと思います。イエス。どう？これ V マウント良くない？まあ今ね、アンダーグローもねちょっと光らせてるんだけど、この V マウントの方がちょっとかっこいいなね。光ってないと本当は V マウントの方が補強のバーに見えるねこれめちゃめちゃいいな。まあ今ねシングル点灯にしてるんだけど、アプリで200種類以上のパターンとカラーバリエーションも豊富なんで、自分好みに色を変更したりとかすることができます。で、アンダーグローもね一緒で、これもパターンいろいろあるんで、まあ、これ取り付けた詳細の動画右上のリンクチェックしてみてください。
どうでしたか？こんな感じで振り付けの位置を変更することが終わりました。ついでにパイピングの接続方法というか、簡単に説明させていただきました。でもあくまでね、自己責任なんで、そこら辺は自分でしっかりと見て作業してもらえればいいかなって思います。来週なんだけど、とりあえず撮影があって、それがすげえ楽しみで、今後ちょっとまた新しいコンテンツ作っていくんで、よければね、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。めっちゃ疲れた。こんな感じで今日の動画終わろうかなと思います。よければグッドボタンとぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また。